こんにちは、アリスチャンネルです。今回は新怖い絵、著者は中野京子さん、ドイツ文学者です。早速見ていきましょう。プラゴナール、ブランコ。ブランコ発祥の地は紀元前2000年代のインドと言われるが、そうではなくもっと古く、ギリシャ神話にそのルーツをたどるという説もある。それによれば、月の女神アルテミスが豊穣を促すため乙女を木に吊るし、死体がブラブラと揺れたことからだという。ブランコは古来、女性の遊具とされてきた。このフラゴナールの代表作、ブランコは、そんな陰惨なイメージとは無縁だが、それでも別の意味での怖さを内包している。左端のキューピッドが意味ありげに指を口元に当て、今ここで起こっていることは内緒だよ、と見る者に伝える。何が起こっているのだろう。素晴らしい大庭園。風景画家でもあったフラゴナールの力量を示す樹木の重なり、枝のうねり、葉打つた、幻想的な木漏れ日。丹念な描写が美しい。コブを持つ太い枝に縄が頑丈に巻きつけられ、赤いベルベットに覆われたクッション付きブランコは座り心地満点に見える。乗っているのは若い女性。最新モードの平たい帽子を息にかぶり、首には宝石をあしらったリボン、袖には繊細なリース、ピンク色のサテン地スカートがこの上もなく華やかに艶やかに翻る。蹴り上げた足からミュールが宙へ飛ぶ。こんな風に脱げやすい履物は、まさにその脱げやすさゆえに流行したのだという。彼女の見開いた目は、下の茂みに隠れた若い男へ向けられる。胸にバラの花を刺した伊達男だ。彼女以上に目を見開き、興奮しているように見える。何しろ、見ているのはスカートの中。彼の興奮に見られる側の彼女の興奮も一層高まる。この若い男女は愛し合っているのだろう。なぜなら中央の下にも石像があり、それはイルカに寄り添う二人のキューピッドだ。キューピッドはもともと愛の神だし、イルカは海の泡から生まれたヴィーナスと一緒に描かれることが多い。ヴィーナスは言うまでもなく美と愛欲の女神である。それだけなら恋人たちのエロティックな遊戯で終わるが、しかしここにはもう一人目立たない人物がいる。右下の木陰でせっせとブランコを押す存在感の薄い初老の男だ。恋人たちの興奮の隠し味がこの人物なのだ。何が起こっているか何も知らない彼がすぐそばにいるからこそ、ブランコ的爆発を味わえる。つまり彼は女性の夫だ。この絵のアイデアはルイ15世の臣下だったサン・ジュリアン男爵だった。最初は歴史画家ドワイアンのもとへ行き、女性がブランコに乗り、司祭がゆすり、自分は隠れてそれを見ているという絵を注文した。女性はもちろん男爵の愛人である。しかし真面目なドワイアンからそんな軽薄なテーマは嫌だと断られてしまい、やむなくフラゴナールのもとへ行く。正解だった。フラゴナールはエルティックな絵画を得意としていた。彼は俄然やる気を出し、司祭より女性の夫に変えた方がずっと面白いですよとアイデアを展開させ、チャーミングな作品に仕上げる。主題が下品でも優雅に見せるのがフラゴナールの腕だった。そのためだろうか、この絵はディズニー映画アナと雪の女王にまで
引用されている。この絵の誕生は1760年代末。一握りの特権階級が富も地位も独占し、我が世の春を謳歌していた。彼らを養うため、庶民がどれほど貧困にあえいでいるかなど考える暇もなく、恋愛に忙しかったのだ。そんなハッピーな特権階級にとって憂鬱なのは結婚生活だった。なぜなら結婚は家柄を守るためのものだから、同じ階級の相手でなければならない。正妻の産んだ子にしか家を継がせない。どんなに好きな妾の子でも決して後継ぎにはしないというのは徹底していた。そこで貴族や金持ちの娘は思春期には修道院に入れられ、15歳くらいになると叱るべきところ、大抵はかなり年上の相手へ嫁いだ。彼女たちの最大の仕事は男の子を産むことだったのは言うまでもない。かくして夫婦の間に愛が存在する確率は恐ろしく低くなり、しまいには妻あるいは夫を真剣に愛する者は不粋だと笑われた。夫婦は後継ぎを生む契約を交わしたに過ぎないのだ。これは大体ヨーロッパ中がそうだったが、フランスにおいて違う点はそこからで、恋愛という喜びは後継ぎを産んで責任を果たした後、別の相手と得る者とのコンセンサスができたことだ。男の浮気が許されるのは万国共通として、フランスでは女の浮気も見て見ぬふりをされた。夫もまた見て見ぬふりをするもので、嫉妬などしては野暮の極みということになる。このブランコの夫も案外気づいていたのかもしれない。しかし気づいていることを周りに知られでもしたら、これはまずい。他人の女房の浮気は構わぬが、愛はなくとも自分の女房だと心穏やかではいられない。他人の女房の浮気相手になれるかもしれない期待で女の浮気は許すのだけれど、しかしながら自分の女房の浮気相手が隣人になる恐れを考えると、これは果たして他人の恋愛沙汰に口は挟まないというのがフランス式だったが、さすがにネトラレ男は尊敬されないという、なかなか複雑な男の悩みである。シャガール、バイオリン弾き。緑色の顔の男がまっすぐこちらを見据え、三角屋根の上に片足を乗せ、リズムを刻みつつ、バイオリンを奏でる。ロシアの小さな村。素朴の家が点在し、屋根にも広場にも雪が積もる。煙突からは巻いたコイルのような煙が吐き出され、手前の木には鳥が集う。画面左上に小さく、右端に大きく、教会が見える。幻想の画家シャガールらしい不思議な魅惑の世界。バイオリン弾きのコート及び背景を分割する白と黒の組み合わせが実に効果的だ。画面からは音楽までも流れ出す。けれど、それは陽気なばかりのメロディーではない。哀愁漂い、不穏を内包した響きに違いない。なぜなら、真っ黒い雲に追われるように、後輪を持つ聖人が空を逃げ惑っているからだ。バイオリン弾きを見上げる三人の人物も不安そうだ。はるか昔、古代ローマ皇帝ネロは街に火を放ち、それを眺めながらバイオリンを弾いたと言われる。
シャガールはその伝承をもとに作品化したという。屋根の上のバイオリン弾きは圧政に負けぬ不屈の魂を象徴するのだろうか。それとも放浪のユダヤ人は屋根という不安定な場所で演奏せねばならないバイオリン弾きに自分たちの生き様を重ねたのだろうか。いずれにせよシャガールはこの主題を気に入り、長年にわたって繰り返し取り上げた。この作品は初めてのパリ滞在中、故郷ロシアを懐かしんで描いた絵の一つ。マルク・シャガールは1887年、帝政ロシア末期、アレクサンドル三世時代の片田舎、ビテブスク、現在のベラルーシのユダヤ人強制居住地区に生まれた。当時、こうしたロシアの各地区に押し込められていたユダヤ人は500万人を超え、全世界ユダヤ人口の4割近くを占めていた。この国でもずっと二流国民扱いをされてきたが、アレクサンドル三世の時代になると、とりわけ激しいユダヤ人迫害にさらされた。シャガールは貧しい家庭に生まれた。兄弟は8人、両親はほとんど読み書きできず、一族に社会的成功者はいない。周りにも絵を飾る家などはなく、美術とは何か、美術で生きていくとはどういうことか、理解できる者などいなかった。こうした境遇で、敬虔なユダヤ教徒たるシャガール少年は、窓からロシア人警察を見るたび、怖くてベッドの下へ潜り込んだという。私たち日本人にとってユダヤ問題は極めて理解しにくい。数千年という想像を絶する遠い昔に祖国を失い、世界中に散らばり、しかも異なる宗教を持ち、異なる言語を持つ異国に住みながら、固有の民族アイデンティティを失わなかったという事実。そのことは奇跡としか感じられない。イエスを救世主と認めず、聖書でもイエスを裏切った張本人とされるユダヤ人が、他ならぬそのキリスト教国に間借りするかのように暮らすのは、傾斜のきつい屋根の上でバイオリンを弾くのと同じ。常に不安と危険と隣り合わせであったろう。幸いにもシャガールは才能に恵まれ、運にも味方された。10歳頃には親の商売が軌道に乗って地元の絵画教室で学べるようになり、20歳で首都サンクトペテルブルクの美術学校に入ることができた。ただし、この学校には馴染めずすぐ退学し、私立の美術学校へ通った。23歳の時、芸術家の集まるパリへ出て、抽象画の影響を受けつつも、独自の世界を構築。4年後に帰国、翌年結婚。間もなくロシア革命が勃発して、300年の栄華を誇ったロマノフ王朝は崩壊する。最初のうち、この革命政府は、シャガールの芸術を認め、彼は美術学校の校長になるなど、大きな成功を手にした。ところがこの後、次第にロシア芸術の潮流が変わっていく。社会主義的リアリズムがもてはやされるようになり、シャガールはここに自分の居場所はないと判断し、故郷を捨て、再びパリへ向かう。36歳になっていた。そこで彼は数々の賞を取り、個展を成功させ、資産を形成した。だが今度はヒトラーが彼を襲った。ナチスのフランス侵攻だ。気の身気のままニューヨークへと逃れたのは
54歳の時だった。戦後数年して、シャガールはパリに戻り、フランス国籍を取得。63歳にして、ようやく安住の地、南フランスに住むことになった。バイオリン弾きに戻ろう。ロシア革命の前後、激しく大規模なユダヤ人迫害がロシアに何度も荒れ狂った。ユダヤ人に対する集団的略奪、虐殺だ。シナゴークというユダヤ教の礼拝所への放火、または店を襲っての金品強奪、老人や子供への暴行、女性へのレイプ。このような行為を行ったのは、主にロシアの貧困層や経済的弱者が大半と言われる。だがやがて、このユダヤ人迫害が頻発するにつれ、政治性を帯びて組織化していった。警察や軍人も加わったのだ。シャガール少年がロシア人警察を怖がったのも道理である。シャガール自身は直接暴力行為を受けるなどの経験はしていないが、小さな頃から重苦しい不安は日常だったし、生々しい体験をした芸術家仲間から具体的な話を聞いたこともある。昨日まで挨拶を交わしていた近所の住人が突然棍棒や桑などを振り上げて襲ってくるという恐怖はいつ現実のものとなってもおかしくなかったのだ。シャガールはそれを絵の中に書き込んでいる。もう一度この絵に目を凝らしてほしい。白い雪の上にはいくつも靴跡がある。それは右からユダヤ人の家を目指して進み、左の家から出てくるが、その出てきた靴跡の一つは、なんと血を踏んだごとく真っ赤ではないか。ミレイ・オフィーリア。デンマーク王子ハムレットはうつうつとしていた。父である王が急死した後、すぐ母が再婚し、しかも相手というのが亡くなった父の弟。今やその男が新しい王なのだ。ある夜、ハムレットの目の前に父の亡霊が出現し、自分は病死ではなく弟に殺されたと告げる。ここからハムレットの復讐心に満ちた行動が始まり、周囲には常軌を逸したとみなされるようになる。とりわけ、言い名付けであるオフィーリアは、彼と深く愛し合っていただけに、その変化を受け入れられない。尼寺へ行け、と理不尽な見下り犯を突きつけられたばかりか、家族まで刺し殺され、狂気の淵へと追い詰められるのだった。ご存知、シェイクスピア四大悲劇の一つ、ハムレットだ。ここに登場するヒロイン、オフィーリアは、その悲しい最後によって忘れがたい印象を残す。彼女の死の様は、ハムレットの母のセリフで語られる。花輪を編み、それを枝にかけようとして川に落ち、まるで人魚のように川面を漂いながら、祈りの歌を口ずさんでいたという。死が迫るのも知らぬげに。それもつかの間、膨らんだ裾はたちまち水を吸い、美しい歌声をもぎ取るように、あの哀れな生贄を川底の泥の中に引きずり込んでしまって、それきり、あとは何も。イギリスの画家エバレット・ミレイは、オフィーリアの悲劇を巧みに視覚化してみせた。うっそうとした森の中、繊細な顔立ちの少女が死の迫るのも知らぬげに、虚空へ目をやり、仰向けのまま
川を流れていく。貴族の娘らしく凝った作りの衣装を着ている。首には花輪。スカートを膨らませ、摘んだばかりの花々に囲まれ、唇をかすかに開いて、祈りの歌を口ずさみながら、十字架にかけられた殉教者のように両手を広げている。血の色の胸を持つコマドリが木の枝からじっと見下ろす。美と死の合体。小さな野の花がどこかわびしく寂しげなだけに、オフィリアの姿そのものが華やかな大輪の花に思える。その美しい花は見た目より速い流れに乗り、見た目より深い川底へと間もなく沈んでいくのだろう。19世紀後半の絵画には死んだ美女が数多く出てくる。ほとんどが水に関連する場所での死だ。この当時、ロンドンやパリといった大都会で娼婦の数が飛躍的に増えていた。女性がつける職業が極端に少ない上、つけたにしても低賃金で生活は厳しく、労働者階級の娘の多くが売春せざるを得なかったからだ。もし誤って妊娠をした日には、たちまち社会から弾き出されてしまう。当時のキリスト教会は堕胎を認めていないからだ。子供殺しは死刑。堕胎に手を貸した者も死刑だ。未来に絶望した貧しい女たちが選んだのは、テムズ川やセーヌ川への身投げだった。川は死者の眠る墓地と化した。かつて魔女狩りが世を席巻していた時代、魔女と疑われた女性は水に放り込まれ、浮けば魔女、溺死すれば人間、そんな判定がされていた。その記憶が長く残ったのかもしれない。夫もなく子をはらんだ罪深い身であろうと、一旦水に命を預けたとあらば、洗礼と同じように、汚れは消えたと認められた。もっとも、本人はその時すでに死んでいるのだから、高い代償ではある。ミレイは、この絵の制作にあたって、通常と違って、まず背景を仕上げた後、人物に取り組んだ。モデルはエリザベス・シダル、通称リジーである。帽子屋さんで働いていたところを、ある画家にスカウトされ、モデルになった女性だ。背が高く赤毛で、独特な個性によって、画家たちのお気に入りのモデルになった。ミレイはリアリティを与えるため、自宅のバスタブに湯を張って、リジーを浮かべて絵を描いたという。モデルであるリジーは、オフィーリアと同じような運命をたどっている。貧しい家に生まれたリジーは、典型的な労働者階級の生まれだが、その物腰は淑女のようだと言われた。もともと病弱な体で、さらに帽子店での重労働が体調を悪化させ、痛み止めにアヘンの服用を始めていた。この薬の毒性は当時ほとんど知られておらず、あらゆる苦痛の緩和に効くと言われ、安い上に処方箋がなくとも入手できたので、中毒になる危険があった。リジーもやがてそうなる。きつい肉体労働からモデルへの転身は成功と言えた。画家からの依頼は途切れなく来た。やがて画家のロセッティが強く彼女に執心するようになる。
リジーはロセッティと婚約し、彼に教育を施されて読み書きができるようになり、また絵を描くようにもなったという。もはやロセッティのモデルしか務めなくなり、このまま結婚して妻の座に収まれば、玉の輿というほどではないにせよ。貧困からの完全な脱却だった。しかし、ハンサムなロセッティは婚約期間を長引かせながら、次々に新しいモデルを見つけ、そのモデルたちを愛人にした。リジーは毎日を綱渡りの気分で過ごす。身分は安定しない。自立もできない。他の女性のもとにいる婚約者を待ち続け、心を病んでいく。なんと8年間もだ。8年後、ようやくロセッティが正式な結婚をしてくれたとき、リジーはアヘンを手放せなくなっていた。結婚後もやはり夫は外に女性を作り、今度は離縁される不安に苦しめられた。妻となってわずか2年、遺書を残して死ぬ。33歳だった。川に身を投げはしなかった。大量のアヘンを煽ったのだ。自殺した者は教会墓地への埋葬を拒否されるので、遺書は焼かれ、薬の服用ミスとして葬られた。